テキラドダジョンです。というわけでね、今回はね、今更聞けないプランニングの方法第2弾というわけでやっていきたいと思います。第1弾の方はね、1個前の動画に上がってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄の方にもね、書いておきます。2本目はね、配置からプランニングをしていく方法です。1本目の方は編成からプランニングをしていきました。編成からプランニングしていく方はね、例えばレジェンドリーグとかね、30秒がなかったり、編成を固定してやる方がね、刺さりやすいかなっていうところで、逆に言うとね、配置から考えていく方法っていう形なんですけど、e スポーツのね、シーンとかだとね、配置が5個しかなくて、普通の通常対戦だとね、15個あるとか、クランリーグだと15個あるとかなんで、あんま起きないんですけど、なんか攻めなきゃいけない配置が決まってる時とかね、対戦の終盤でってなった時に必要になってくるプランニングの方法になってきますね。皆さんもね、例えばですけど、恋人、家族をね、人質に取られて、この配置を全回取らなければ返してもらえないみたいなシーンになることね、あると思うんですけども、そういった時にね、いつも通りレジェンド編成でバーって攻めてやるぜってなりますか皆さん。ならないですよね。さすがにさ、もうなんかいろいろちょっと配置に一番刺さってる編成で攻めたいなってなりますよね。そういった時に使ってみてください。そういったシーンに慣れてる方は別にね、普段通りのね、アタックすればいいかなとは思うんですけど。というわけで今回はね、プランリーグ始まったばっかりで、とりあえず1番を攻めようというところで、1番の配置を早速ね、予約をして、スクショを取ってまいりましたということで、僕はまだね、人質もいないのでね、ある程度は雑には攻めることができるんですが、この配置に対して攻めることを決めました。配置の特徴としてはやっぱインビジブルタワーが2本ありますね。インビジブルタワーが2本あるっていうところで、ジャイアントアローの刺さりがいいという風にも取れます。かつ、インビジブルタワーって結構、ランチャーもね、刺さりが良かったりするんですけど、ランチャーを刺そうと思った時って結構、2本両方にかけることは厳しそうですよね。例えばこの角度からランチャーを通しましょうってなったらもうめった打ちにあってしまうし、ターゲット不可避なので、なかなかこの角度では機能しなそう。角度を変えてこういう角度、こういう角度、こういう角度、いろいろあるんですけど、両方に関与することはなかなか難しそうかなっていうところです。両方関与しなければならないみたいな縛りはないので、なんか他の角度ね、工夫すればできるかなとは思うんですけど、今回、せっかくなのでっていうところで、さっきのね、1本目、2本目のアタックとは変えまして、編成自体も変えていこうかなっていう風にプランをしました。やっぱ注目したいのは、この中央区画ですね。この中央区画が火力も高い施設、重要な防衛施設も多いですし、インビジブルタワーもあるというところで、今回選択していくのが、インビジブルクローンですね。うっそー、イエティクローンですね。突撃艦イエティクローンをやっていきたいと思いました。こいつがね、強いんですよね、やっぱ。こいつの強さに気づかせてくれたタイタネス。ちなみに僕ね、人質に取られた場合はタイタネスを使います。はい。どうにかしてタイタネスを復活させて、運営にちょっとね、お願いしますって言って、タイタネスを復活させてもらって攻めます。それぐらい強いユニットでしたよね。クローンをね、とりあえず3発分っていうのを僕決めてるんで、クローン4発よりも3発にして、スケルトンの呪文とかポイズンとか持っていく方が強いと、タイタネス使ってて思ったので、クローンは3発と決めてます。中央に大体、今回の配分だと2-1ぐらいかなっていう風に思いますね。とりあえず中央は絶対潰してもらって、余力がいくつか流れてこの辺なんか1個ぐらい来れればいいなっていうようなイメージですと。で、今回はドラゴン編成をこれに合わせようかなと思いました。やっぱね、このクローンに呪文を使われるので、呪文がなくても強いユニットっていうのがやっぱ合わせたいんですけど、ルートライダーかドラゴンかって考えたときに、ドラゴンの方がやっぱシンプルかなっていうところですね。クロスボウも対地クロスボウが採用されてるっていうところで、シンプルにルートライダーよりもドラゴンの方が浮いてる分、被弾は少ないですし、対空砲も外側にあるんでね、あんまりドラゴン一点集中みたいな被弾をされづらいと思いました。はい、大まかなプラン図、こんな形になります。ジャイアントアローをバーって一刺して、インビジブルタワーの解除をしつつ、黄緑で書いたラインがドラゴンのルートになってますね。こういう形でまっすぐ入っていただく。で、地味なんですけど、ジャイアントアローの効果でね、この辺も削れたりすることで、ちょっと流れづらく、内側綺麗に入ってくれるかな、みたいなところもあります。で、インビジブルタワーね、多分、ドラゴンつく頃にはもう一度ね、治ってはいると思うんですけど、一応2本解除できる位置に打ちつつ。クイーンに関しては、こういうルートを見ています。9時柄から
この内側の施設に入ってもらってっていうところを考えてるって感じですね。で、ドラゴン編成なので外周部の施設のカットっていうのは結構できると美味しいっていうところなんですけど、3次側にちょっと今回はオーブンを採用することにしてみました。ユニットの枠数にある程度余裕があるっていうところと、対地クロスボウがいるんでね、ここら辺範囲で見た時にちょっとね、アーチャーとかがかかってたんですよ。こっちはかかんなかったんだけど。っていうところで、オーブンで雑にね、この辺の施設にダメージ入れてもらって、ドラゴンが実際にね、こっち側に流れてきた時に、ここの無駄な施設を殴って、こっちに移動するのが遅くなるみたいなのを避けたかったので、オーブン採用ですね。この辺とかもなんか、避ければ強そうですね。で、こっちの外周部さえ削ってしまえば、大外の方はそんなにケアする必要がないかなっていう感じですね。で、今回は、対空砲の近くっていうところって、ここですね。ここの区画っていうのが何もなければ、ウィザードぶっ刺さりということに気づきましたので、ウィザードでサイドカットをしていきます。ドラゴンのためのサイドカットって、ベビドラがね、一般的なんですけど、対空砲があるっていうところで、ここら辺のね、上側の施設の削りがベビドラではできないので、第1クロスの範囲を確認したもと、ウィザードがギリギリここ届かないでサイドカットできるというのを確認したので、ウィザードをユニットとして採用します。で、逆に、アーチャークイーンのサイドカットとしてくじ側をね、アーチャーを置いてあげましょう。そうすることで綺麗にくじにね、くるんとクイーンが入ってくれるかなというような形でございます。大まかなプランはこんな感じ。早速見ていきましょう。早速見ていきましょう。細かいところでね、ヒーラーを1体だけ持ってきたりとか、スーパーバーバリアン3体だけ持ってきたりとか。クロスボウがね、こんな感じなんですよね。ウィザードがギリギリ届かない。ヒーローも届かないっていうところで、ここウィザードぶっ刺さりでしょ。で、まずは、インビジブルタワーのね、戻ってくるまでの時間があるので、ウィザードとアーチャーとオーブンの削りを待っている時間です。特にウィザードですね。からジャイアントアローぶっ刺して、一応ヒーラーのホーミングチェックも兼ねて、インビジブルタワーの初とジャイアントアローで内側も削ってドラゴンパートスタート。いいタイミングですね。ウィザードが全て外周部を削ってくれました。ところがどっこい、クイーンさん、あなたはどこに行くんですかと。なんと外周行って反対サイドに行ってしまいました。これはちょっと想定外ですね。人質のかかったアタックでこういうことが起きてしまうのは非常に残念です。実戦だったらすごく泣きそうな顔になりながらね、攻めてるかなと思いますね。で、援軍に対してはポイズンを合わせていくと。最初に言った通り。で、ドラゴンの方もね、綺麗に内側持ってきつつ、オーブンがね、3時側やっぱいいカットしてくれてますね。で、ベビドラもこっちに持ってきてるので、内側に絞るために、ベビードラゴンでサイドカットを入れつつ、対空砲のターゲットもベビドラの方が拾ってくれたのでっていうところですね。クイーンは仕事がないので壁を殴っています。で、余ったフリーズっていうところをここに合わせてあげつつ、相手のヒーローと重なりつつ、インビジブルターの解除。で、戻ってきたところ角度変えて、ここ、ガゴプリの能力がかなり綺麗に入りましたね。で、ロイヤルチャンピオンだけね、いつも、ドラゴン編成あんまりプランニングすることないんですけど、締めに持っていくというところで、クイーンでは届かない内側に投げ入れていきました。正直ちょっと怪しいですね。怪しいというのは、ここからね、クイーンとロイヤルチャンピオンとドラゴンちょっとで、4時側から9時まで駆け抜けなければいけません。ここから辺はもうプランニングっていうよりはプレイングですね。もうここの外周大工は最初からスーパーバーバリアンで取ると決めてた場所でした。大体出すことになるだろうなと思って採用の理由の一つが、スーパーバーバリアンのね、採用の理由の一つがそこですね。で、一応ですが、ウィザードの塔のターゲットを取るために外周部削りつつ、ロイヤルチャンピオンは相手のヒーローが飛んできたので、ここで解放。今回ヒーラーをね、ロイヤルチャンピオンに移すことができてるっていうのも強いところですね。もともとクイーンがこの区画入るってプランニングしてたところがちょうど残るっていうところでね、逆に言うとね、プランニング通りやっぱり無事残ったよねっていう形でしたね。というわけでね、ちょっとクイーンのサイドカットっていうのが、プランニングの問題点だったかなっていうね、反面教師になるかもしれません。結構ね、楽観的なプランになってしまっていたかなっていうところでしたね。特に考えることもなく、ドラゴンでこっち側のサイドカットさえしてしまえばクイーンはこっちに向かうものだと僕は考えてこのプランニングを組んだんですけど、そうではなくてがっつり流れてしまったっていうところで、今回のプランニングとプレイングどっちが悪かったかなって考えると、プレイングの部分ではこのエリクサータンクが多分残ってるからね、クイーンは
右側に来てしまったんだと思うので、ドラゴンの展開がちょっとだけ遅かったっていうところが問題かな。クイーンがこのエリクサータンク壊れてて、9時に向かってくれるようなタイミングになるようにドラゴンの展開をするべきだったっていうところですね。なので、ジャイアントアローをバルーン、ジャイアントアロー、ヒーラーって僕は展開したんですけど、バルーン、ジャイアントアローのもう瞬間にもうすぐさま反対サイドバルーンドラゴンって展開をして、ここら辺を大きく削って始めてあげるっていうのが、クイーンを9時側に動かすために必要だったのかなと思います。僕自身もね、これで、うわちょっと確かに甘かったなって攻めながら思ったので、プランニングの甘さが出てしまった一本かなと反省できるアタックでした。それ以外はある程度想定通りには進んだかなと思います。ただ、最初からもう決めておかなかったこのベビドラのサイドカットっていうところがね、やはりちょっと遅れてしまってましたね。ウィズがね、ここのサイドカット綺麗にできてるっていうところ非常に良かったところ。引き継いでね、ベビドラもこの辺から出すタイミングを最初に決めておくべきでしたね。はい。クイーンの逆走によってちょっと後手になってしまってベビドラが遅れたのがこのアタックの良くなかったところかなと思います。というわけでね、配置からプランニングをしていく部門、もう1本見ていきましょう。はい、2本目の配置がこちらになります。さっきとは逆に打って変わって、攻めるタイミングが遅かったので、残ってた配置を攻めるような形になりました。こういった時にね、皆さんも同じような状況になるんじゃないかな。例えば、クランリーグ。今回クランリーグなんですけど、クランリーグ攻めるの遅れちゃった。残り1時間切ってるや。残ってる配置がこれしかない。じゃあこの配置を攻めるしかないけど、どんなアタックをしようってなった時に必要になってくる技術ですね。僕のメイン戦術っていうのがルートライダーラッシュっていうところになってくるかなと思うんですけど、それをまずは考えることがね、基本にはなってくるんですけど、なんか通りが微妙だなって直感的に感じました。無理くりやれば全然やることはできると思うんですけど、それをするよりももっと強い戦術がありそうだなっていう目線をまず持ちました。ちょっとやりづらそうだなっていう目線から入ったっていうところですね。それが編成からプランニングをするパターンのところから入ったんですけど、今回の場合は配置からっていうところで考えたかったので、配置から弱点をついていこうかなって見てた目線で見ると、結構僕の中で呪文ターンが何になってくるかっていうのは結構重要視してるんですけど、今回はインビジブルターっていうところと、タウンホールのところに結構重要な施設が固まってそうですねっていうところで、ジャイアントアローの通りと突撃艦クローンの通りが今回も良さそうだっていうところに気づきました。ここら辺ね、クローン刺さりそうですよね、突撃艦イエティっていうところで、配置の弱点というか、何をやったらこの配置に対して強そうかっていう目線を持った時に、このタウンホール周りの突撃艦イエティが強そうだっていうことに結論になりましたと。では、突撃艦イエティを通すためには、トームでね、突撃艦を通さないとここには届かなそうですよね。では、ユニットをどういう角度で投げてあげればいいかなって考えた時に、次のプランズに進みましょう。こういうプランになりました。青がジャイアントアローになってまして、突撃艦イエティクローンを中心部大体大雑把に打ってあげて、で、サイドカットに何が必要かなって考えたときに、今回ライドラをね、ここら辺上側を大きく削りようとして採用しつつ、下側はクイーンがね、この辺を削ってくれるよう。で、クイーンにはこういうルートを取ってほしいんですけど、ここら辺が残ってるとね、外周部広がってしまう要因になりかねないっていうところと、シンプルに内側にね、ヒーラーの数も限られているので、スムーズに進んでほしいっていうところで、ベビドラのサイドカット、テスラがあった時に分かりやすいですしっていうところで、ベビドラのサポートも入れるような形でやってきました。多分なくてもね、入るかなとは思ってるんですけど、念には念を。編成から考えるときに、最初に何考えてたかっていうのをちょっと見直してもらえればわかるんですけど、一番大きなところから考えてましたよね。ロイヤルチャンピオンの削り、兵器のシューターが刺さるかどうかっていうところから考えてたんですけど、配置から考えるときは、この配置に対して、配置の弱点というか、この配置に何したら一番強そうかなっていうのを、レパートリーの中から考えるっていうのが結構大事かなと思ってて、今僕が持ってるレパートリーだと突撃艦イエティクローンっていうのが結構期間限定ユニットの影響で強く残っていたので、この配置周り、このタウンホール周り結構刺さりそうだなっていうところからこのプランニングが来てます。プランニングの根幹となるのはやっぱ一番大きい要素から持ってくるのが強そうっていうのがあるんだけど、どうだろうな、食い火の時とか昔のね、繊細なクラクラをやってた時はもうかなり細かいところから始まることもありました。食い火この動きできたら強そうだけど、これって繋がるかなっていうところから見てたりしましたね。例えばなんですけど、今回ね、この配置だから、一旦実際にやることはないんですけど、ちょっと考えてみてくださいね。例えばですよ、昔の食い火とかでね、考えてた時だと、食い火こういう動かせ方してタウンホール取ったら、
こっちのルート一直線でユニットを動かす何かで全開取れないかなみたいな。例えばね、クイヒーディガホグとかでプランニングまあ一旦ね、やることはないとは思うんですけど、クイヒータウンホール簡単に取れそう。このルートを取れば。そしたらこっち一直線で何かできそうじゃねみたいなのが、今の環境ではないんですけど、昔のタウンホール帯の考え方としては結構こういう感じで考えてましたね。ってなると、このタウンホールでこのユニットの動かし方すると、この辺から10日兵士を流してあげる必要があって、キングをプラスで追加するかなどうかなとか、ってなると、ここのユニット真ん中動かしていくためには、マルチ IT もあるし、バルーンはちょっと内側のマルチアチャーターとか、投石もあるんでケアしづらいよねって考えたときに、ドラゴンもしくはディガーとか、その辺に採用ユニットになってくるのかなみたいなのがね、ぶっちゃけ今のこれやったらどうなるんだろうね。結構、ちょっとインビジブルターがちょっとだるいので、フリーズのタイミングとかね、ここら辺はスケルトンの呪文で緩和させてあげつつ、中央にはトームを合わせるような形で、どうだろうな、ドラゴン編成でいくならラバ1とかで対空砲とね、相手のガゴプリのターゲットを序盤ちょっと被弾抑えるみたいなのも使ってあげるかと強そうかなと思いつつ、ちょっと内側ね、それそうなんで、オーバーグローの呪文とかも採用、ちょっと考えてもいいかもしれないですね。とか、大元から考えるっていうのは結構強いですね。今回はクイヒーっていうところのプランニングでタウンホールを取るためのこのクイヒーっていうのがプランニングの最初になった部分。実際には今回やらないんですけど、違うタウンホール帯だとクイヒーをね、軸に考えるときはそういった感じになるかな。はい、というわけでね、実際のアタックの方を見ていきましょう。最初に言った通り、ライドラまずサイドカットをして、ジャイアントアロー、対空砲とインビジブルターのね、解除っていうのが目的になってます。ビヨーン。いいカットですね。はい。綺麗にできました。できればね、この対空砲から守りたかったですね、ライドラを。そうするとね、ここのチェインでもう一回入ることができるなと思ったんですけど、これちょっとドラゴンの展開甘いわーって攻めながら思ってました。次ね、気をつけたいポイントの一つかなと思ってます。で、やっぱ外周部のね、サイドカットをしてあげて、で、イエティクローンを同時に作ってあげつつ、エングに対してはポイズン。ミニエティたちも内側に飛びつつ、ちょっとね、ミニエティをクローンすることの価値がだいぶ下がってしまっているので、イエティ本体をクローンするように最近は結構してますね。特にこのいう区画に関しては。でガゴプリの能力がかなり強いタイミングで打てたので、今回は自発的に打っております。施設がね、被るタイミングっていうのがやっぱ強いと。で、ロイヤルチャンピオン迷ったんですけど、裏から。で、スケルトンの呪文ね、この長弾大砲と相手のガーゴイルプリンスっていうのをロックするために。で、裏のアイゴレ。前編の時もね、使ったんですけど、この裏のアイゴレね、強く使いたいなっていうところで、裏アイゴレ採用しました、今回も。これ結構強い使い方になったんじゃないかなと思いますね。特にね、クローンというね、呪文のワックスをかなり使ってしまう呪文選択をしているので、裏のアイスゴーレムがね、フリーズ一発分の価値になってくるっていうところで、やっぱ呪文編成が少ない分、ユニットで呪文を作れるっていうのは非常に組み合わせとしていいんじゃないかなと思っておりました。はい。今回に関してはね、1本目のアタックよりも2本目のアタックの方が綺麗に崩せたプランだったかなと思っております。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。大雑把なプランズは今回はこういう感じでしたね。ちょっとクイヒーの話をさっきしたら、ちょっとクイヒーもちょっとやりたくなってきたね。昔の配置だったら結構こういう、この手の配置ってここクイヒー通すの強くて、ってなった時に細かいところでどこがね、ちょっとミスの要因になってくるかって考えていくんだけど、例えば、クイーンのサイドカットが甘くて、外周部に広がってしまってタウンホールの区画に入らなかったみたいなことがあったりするので、ここら辺はサイドカットしておく必要があるよねみたいな感じでスニゴブ使ってみたりとか、ここのもうスニゴブ候補かな。クイーンここも、こういう動かして、で、ホーミングチェックやっぱ対空砲周りなのでしていきたいよねとか考えて、ヒーラーがね、被る角度この辺から。で、レイジも一発撃つことになるんで、この辺火力も高いので、レイジに乗せてバルーンチェックしたいねとか考えて、こうなった時は、今回クロスボウがね、上向いてるっていうところで、下向きだったらワンチャン、外周部コウモリとかもワンチャン刺さったかもね。この辺コウモリでバルーン突っ張れば、真ん中投石からね、コウモリが届かないので、突撃艦じゃない、対空砲のターゲットがね、コウモリロックできるみたいなところも利用してプランニングができそうみたいなのが、こういうのが配置に合わせたプランニングかな。編成から決めるプランニングじゃなくて、
配置を見て何が刺さりそうみたいなことを考えていくと。で、考えたら、6時ラバルトームをして、突撃艦イエティを真ん中刺していく、なんかイエティ系の編成とかもちょっと強いかもしんないね。イエティ系じゃない、ドラゴンラバル。なんかその辺、プランニングしていくのも面白いかもしれない。そうするとここが残るか。今の環境でそこまでする必要ないんで、ね、なんか結構難しいことをしなくても全開が取れる環境なんで、そういったプランニングはする必要ないかなとは思うんだけど、昔みたいなね、そういう食い火が強かった時代のプランニングをすると、僕はこういうプランニングをしてましたね。で、そうなると、締めのここの辺をどうやって削ろうとか、ロイヤルチャンピオン今ならね、エレクトロブーツ型で使えるので、ワンチャン裏のね、エレクトロブーツ型のロイヤルチャンピオンを合わせて使ってみたりとか、ヒーローがいるからちょっとロイちゃんの刺さりも良くないなーって考えた時に、あんまりここロイちゃんの区画で見たくないなって考えると、この区画からドラゴン、なんだろうな。でもトームこっちで使いたいから、そういうこと考えるかな。なんかそういうのを天秤にかけてってどの方が強いかみたいなことを考えて配置に対してはプランニングしていくかな。僕のね、現役時代の選手時代にやってたプランニングの方法は完全にこっちなので、ちょっとね、時間がかかってしまうんですよね、どうしても。編成から考える方が結構時間的には配置を選ぶのも結構決まりやすくて、e スポーツ系としてね、プレイヤー、e スポーツプレイヤーとしてね、やっていくタイプは、1番手、2番手の人は編成から決めていくプランニングの方の方が基本的には多くて、で、残っていく方の方は、こうやって配置から決めていく人が多いですね。ナビで分かりやすく言うと、額はどっちもできるタイプだけど、結構早めにね、ヤッターくんとか、なんかナビはちょっと微妙やな。例えに出すと。スタドラとかは完全に編成から決めて入るタイプだったので、スタドラとかは1番手にとても向いてるタイプ。プランニング時間も短く、編成から配置をね、決めていくタイプなので。で、逆にクラウスとかは、配置からプランニングを決めていくタイプなので、後ろの方に残ってプラン時間を使うみたいな感じで、こんな感じですかね。喋ろうと思ったらね、こういうね、昔のこの食い火の下りとか、結構その時のね、プランニング結構好きだったんだよね。いろいろ喋りたいこともあるね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ぜひね、ちょっと長くはなってしまったんですが、1本目、2本目と合わせて、なんとか繰り返し見ていただければなと思います。参考になったよって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、クランメンバーに共有とかいただけると嬉しいです。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。